21年前のマスターグレード。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。はい、今回はこちらマスターグレードガンダムマーク2バージョン 2.0 エウゴカラーを組んでいろいろと喋ろうよっていう動画です。で、こちらのキットの説明の前に、本当はね、5月といえば子供の日、子供の日といえば5月人形、5月人形っていうのは武者みたいな鎧のやつなんで、こちらの武者ガンダムマーク2を作ろうかなって思ってたんですけど、ちょっと子供の日に間に合いそうになかったので、武者ガンダムマーク2といえばこちらのマーク2っていうことでこのキットにしました。まあでも結果的にね、この武者ガンダムマーク2もどこかしらにこちらのマーク2のパーツが使われていると思うんで、後にね武者ガンダム作った時に比較できて面白いかなって思うので、まあこっちから組んだ方が順序としてはいいかもしれないですね。そしてこのキット発売は2005年で、今から21年前のキットなんですね。なんか2000年代って最近のことのように思ってましたけども、あれから20年経ったんだっていう感じですね。この箱の側面の塗装見本みたいなのもちょっとどことなくこの陰影の入り方が昔のマスターグレードの感じがします。そしてちょっとガンダムの設定の話なんですけど、初代のガンダムって実はフレームがなくて、フレームっていうのはこの内部に見えているメカ構造ですね。人間でいうところの骨です。初代はなくて、外装骨格みたいな、昆虫みたいなね、外角で体を支えるような構造をしてたんですね、初代ガンダムは。そしてこのガンダムマーク2からムーバブルフレームって言って、こう外装の中にフレームが入った構造になってきたらしいですね。そしてこのマスターグレードガンダムマーク2のキットなんですけど、これバージョン 2.0 っていうことで、本当はね 1.0 から組んで、なんかどういう部分が変化したかとかいう比較を個人的に見たかったんですけど、今となってはバージョン 1.0 のマスターグレードのこいつはまあ全然手に入らないし、今後も売られるような気配がないんですよね。ただこうバージョン 2.0 になってね、関節の動きに連動してこういう外装がスライドしたりっていうギミックとか、作って触ってもいろいろ楽しそうで、ちょっと作るの楽しみですね。っていうことで早速作っていきましょう。それではまずはパッケージを開封。オープン。パーツたち。説明書の裏面に塗装の見本が載ってて、前から見た時と後ろから見た時のが見やすくていいですね。そしてこちらマーキングシールの貼る箇所かと思いきや、ガンダムマーク2の各部位の名称ですね。2005年当時はね、あんまりインターネットで調べてもこういうの載ってなかったですからね。みんなこういう冊子から情報を集めてました。そして冊子の真ん中にガンダムマーク2のプラモデル化の歴史が書いてあります。こういうの見ると、今は当たり前ですけど、スナップフィットとか多色成形とかそういうのがだんだんと盛り込まれていて、今の形になったと思うと感慨深いです。そしてガンダムマーク2のキットはこのマスターグレードのバージョン 2.0 の後にリアルグレード HGUC のリメイクと続きます。 RG リアルグレードはね、組んだやつがありますので、後ほど比較してみてみようかなと思います。そしてシールはテトロンシール、ドライデカール、ホイールシールの3種類です。この真ん中のドライデカール薄いから好きなんですよね。ただし貼るときに一発勝負なので面接ぐらい緊張します。そしてこちらフレームのパーツのランナーなんですが、材料は ABS、 強度は高いんですが溶剤に弱いという、なので塗装がしにくいっていう弱点があります。これは何でしょう。国内と海外で違いがあるんでしょうか。そして動力ケーブルに使うメッシュパイプが付属しております。ということでまずは頭部パーツと内部フレーム、ムーバブルフレームから組み立てていきましょう。まずは頭部パーツ。ここに並んでるだけが頭部の部品全部です。めちゃめちゃ少ない。そしてカメラアイのシールは貼っておきました。こういう工具があるとシール表面を傷つけることなく綺麗に押さえつけることができます。100均で買ったのは覚えてるんですけど、すいません、なんていう名前の工具かは忘れてしまいました。マスクをつけて外装で挟み込んでアンテナをつけたら完成。なんともシンプルな構造。ディティールはしっかり入っているので墨入れしたら映えそうです。頭部側面の合わせ目はちょっと目立っちゃうので、
塗装する際は合わせ目消ししておきたいですね。てな感じで他のフレームのパーツたちも組み立ててきましたので、合体させてガンダムマーク2の内部フレーム状態の完成。内部フレームの色はグレーじゃなくて薄い紫色をしております。ほとんどのプラスチックが ABS でねじれに強そうな丈夫なフレームになっております。そしてこちら足の内部フレームなんですけど、見てください。このシリンダーが動くギミック、こういうのでいいんだよ。こういうので足裏の動力ケーブルにはメッシュパイプが使われていて、まるで本物。いや、これ本物を使ってるからもう本物です。はい、ということで内部フレーム一旦バラバラにしまして、外装のパーツをつけていって完成させていきましょう。組み立ての代表として胸部パーツ、結構シンプルな構造でパーツ数はかなり少なめ、パーツディティールも控えめでアニメの設定画に近い造形となっております。頭部もつけて胸像の完成。このまま全体の合体まで飛ばそうと思いましたが、ちょっと足の組み立てがかなり面白かったのでお届けします。内部フレームがね、かなりゴツゴツにディティール入っているんですけど、外装パーツで全部隠れてしまいます。組み立てたら分かんなくなっちゃうんですけど、この組み立ててる瞬間が楽しいんですよね。これまたマスターグレードはやっぱりこのロボットを建造してるっていう感じがたまらなく好きです。あと外装がシンプルな感じなので、これをメカニカルクリアにするとかなり内部フレームが入ると思いますので、バンダイさんメカニカルクリアバージョン発売お待ちしております。ということで脚部も外装取り付け完了です。そして関節を曲げるとこのように装甲がスライドするギミックが搭載されております。改めてこのくるぶしのシリンダーギミック好きすぎる。はい、ということで各部位を組み立てましたので、それぞれ合体させていきましょう。腕、腰、足、バックパック、シールド、ビームライフル、完成です。そしてホイールシールも貼っていったんですけど、胸のこの部分サブセンサーというんですけど、塗装見本だとグリーンなんですけどホイールシールにはなかったんですよね。なのでこのビームライフルのホイールシールの余白部分、白じゃないんで余白ではないんですが、ここを切り出して貼っておきます。こういうちょっと切りたい時にこの小さいカッターマットめっちゃ便利です。概要欄に Amazon リンク貼っておきます。貼ってみるとこんな感じ。説明書の作例見本みたいにかっこよく仕上がりました。そしてこのキットディスプレイスタンドがついてて、しかもよくあるアクションベースとかじゃなくて、なんかこう出撃台というかメンテナンス場みたいなディスプレイスタンドがついてるんですよ。ちょっとこちらにセットしてみましょうか。はい、こんな感じ。こうね、ちゃんとコックピットのところまで届くゴンドラみたいなのもあって、このようにね、針金でメンテナンスクルーも空中にディスプレイすることができます。最近のマスターグレードじゃここまでおまけがついてくることないですからね。これはかなりお得です。ちなみにこちらのキットのお値段は今の価格では4840円です。私が買った時はもうちょっと安かったような気がしたんですけど、値上がりしたんですかね。はい、そしてね、21年前のキットということで、ちょっとやぼったかったり物足りないかなとかって組む前は思っていたんですけど、全然そんなことなくてですね、プロポーションもめっちゃ良くて、そして墨入れしてないんでちょっとのっぺりしているように見えるんですけど、各部位をアップで見てみるとですね、ちゃんと細かなディティールが入っていて、墨入れするとまた違った印象になるんじゃないかなと思います。そして可動の部分は腕は二重関節、1段階2段階と肩の前で OK ポーズも取れます。そして細かいところなんですが、関節を動かすとこのように外装が内側にしまわれるというか、内側に入っていくギミックとかあってね、こういうギミックを見るだけでもめちゃめちゃ楽しいです。そしてギミックといえばこの足ですね。先ほども見せましたが、こちらのスライドギミック、ニュッ、これですよ、これ。さらに膝下の部分を曲げるとこのようにすねのところが分割されて、かなり内部フレームがあらわになります。
そしてね、さっきからこのシリンダーの部分がすごいって興奮してたんですけど、このシリンダー部分のこのくるぶしの部分、ここをさらに押し下げるとですね、なんと上の外装もこれ引っ張られて動くっていう追加のギミックもあったんですね。こういうスライドのギミックってだいたい10年ぐらい前から出始めたかなとかってね思ってましたけど、これがね21年前からあったなんてちょっともう信じられません。というか昔からあったけど時が経つのを早く感じすぎるような年齢になってしまった自分がいるのかもしれませんね。あとこうね、昔のキットながら足の裏のパーツがなんかこう色分けがかなり細かくされてるんですよね。これかなり面白い。ただこう足裏を見せるディスプレイをするためにはアクションベースが必要になるんですけど、ちょっとねこの股が太くて私が持ってるアクションベースじゃ入らなかったので、おそらくアクションベース1だったら付けられるのかな。ちょっと今後もねこういうキットあるかもしれないんで、アクションベースはちょっと追加で購入しておきます。そしてね、やっぱり関節が ABS っていうね丈夫な材料なので、こうなんて言うんでしょう、剛性がしっかりしてる感じがありますね。私が1年ぐらい前に組んだガンダムビダール、マスターグレードのガンダムビダールは ABS が使われてなくて全部 PS フレームだったんですね。なんでね、ちょっとこう動かしてみるとなんかこうねじ切れるんじゃないかっていうか、関節もすぐ緩くなっちゃったりしてね、あんまりガシガシ動かすとねちょっとすぐに緩くなってしまいそうで、そんなにポージングさせて遊んでなかったんですよね。これはねかなり関節がしっかりしてるんで、もういろんなポーズの取らせがいがあります。あとこのつま先部分もかなりギュッと曲がってくれます。なのでこのぐらい足を曲げてしゃがませることができますね。このようにねビームサーベルを抜刀するようなというか、普通にこの背中にあるビームサーベルに手が届きます。しかもこう自然な感じにね。そしてね、リアルグレードのガンダムマーク2と見比べてみましょう。まずパッと目についたのはこのヘッドパーツ。ヘッドパーツというか、マスターグレードバージョン 2.0 の方がなんか目が大きいというか、 SD ガンダムのような顔面っていうんですかね。なんかアニメ顔というか、そんな印象を受けますね。そしてマスターグレードの方はフレームとかがね薄い紫色っぽい色だったんですけど、リアルグレードだとそういう部分はグレーのパーツで作られてます。あとはね、やっぱりこっちのマスターグレードは結構古めのキットなので、こういうダクト部分ですね、こういう部分は色分けされてなくて、リアルグレードだとね別パーツでグレーになってたりっていうのがありますね。ただこのマスターグレードのバージョン 2.0 は結構アニメにね準拠したような設計だと思うんで、もしマーク2のバージョン 3.0 が出るんだったら、多分こういうリアルグレードみたいにね白色とかグレーのパーツの2色の混成で外装が作られるんじゃないかなと思います。こういうガンダムのバージョン 3.0 みたいにね。というわけで最後ポージングさせてかっこよく決めておきましょう。プラぼっち研究所。はい、ということで今回はマスターグレードガンダムマーク2バージョン 2.0 組み立ててみましたが、いかがでしたでしょうか。結局ね、あれからアクションベース1を買ってちゃんとスタンドにディスプレイさせることができました。やっぱりディスプレイスタンドあるとかっこよく決まりますね。足裏のディティールもバッチリ確認できます。そしてね、21年前のマスターグレードということだったんですが、造形もめちゃめちゃ良くてね、ディティールも各所に入ってるんで、これ今後の動画で墨入れとかマーキングシール貼ったりしてね、ちょっと仕上げてみようかなと思っております。そしてね、こういう素組みレビューみたいな動画あんまりやってこなかったんで、ちょっと喋りが下手くそだったところあったかもしれないですが、
家にね買ったはいいもののまだ作ってないガンプラありますので、合間合間にこういう素組みレビューの動画なんかも上げていこうかなと思ってます。いや、それにしてもかっこいいデザインですね。ちょっと余談なんですけど、こちらのガンダムマーク2って機動戦士ゼータガンダムに出てくる最初のガンダムなんですね。みんな知ってるとは思うんですけど、で当時リアルタイムではゼータガンダム見てないんですけど、初めてゼータガンダム見た時にガンダムの種類はなんとなく知ってたんで、ゼータガンダムってやつが最初に出てくるのかなって思いきや、一番最初に主人公が乗るのこのガンダムマーク2だったんですよね。なので蓋を開けてみたらね、最初ゼータガンダムじゃないんだ、マーク2ってやつなんだっていう風にね、こう度肝を抜かれたというかびっくりしたんで、結構ね印象に残ってる機体なんですよね。あとは順当にこう最初の初代ガンダムがあって、そこからちょっとバージョンアップされたような見た目っていう感じで、めっちゃデザイン秀逸だなって思いました。このキットを踏まえて最初に紹介した武者ガンダムマーク2ですね、そちらもいずれ作っていけたらなと思っております。はい、ってことでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報の紹介やプラモデルの全塗装動画なんかをアップしております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。